これらのデバイスが揃った時にビジョンプロの進化が発揮されると思いました。はい、こんにちは、なでしかまとです。いよいよ Apple Vision Pro が発売されました。Apple がなんとヘッドセット型デバイスを発売するのはインパクトでかすぎますよね。このチャンネルでも実に5年以上にわたって VR、AR 特化 VTuber としてクエスト3などのいろんなヘッドセットをレビューしてきたんですが、 Apple Vision Pro が最も歴史的瞬間なのではないでしょうか。みんなも気になるでしょう。やっぱり Vision Pro現在アメリカでしか購入できません。そのお値段なんと50万円。しかもApple 製っていうことでね、もうめちゃめちゃインパクトありますよね。すでに実際に触ってる人たちはみんな絶賛してますよね。果たして Apple Vision Pro は本当に50万円の価値があるのか、既存のヘッドセットと比べて何が違うのか、将来的にスマートフォンや PC に並ぶ生活必需品となりうるポテンシャルを秘めているのか、それらを知るためには実際に触ってみるしかないですよね。はい、任してください。 Apple Vision Pro ね、レビューしていこうと思います。やばいでしょ、今 Apple Vision Pro 手元にあるんだよ。手元にやばいですよね。でね、箱がねめちゃめちゃでかくてちょっとカメラに収まりきれてないと思うんですけど、箱めっちゃでかくてね、しかもめっちゃ重たいです。めっちゃずっしり詰まってますね。 Apple Vision Pro ね、どんなヘッドセットなのかレビューしていくのでね、ぜひ最後まで楽しんでいってください。多分ね VTuber 初だと思います。やっていきましょう。それが実現したのも Weverse ラボのおかげなんです。僕も以前紹介したレゾナイトをメインプラットフォームに VR、AR などの XR コンテンツ開発を行っているスタートアップです。今回特別に Apple Vision Pro を使わせていただきました。ありがとうございます。Weverse ラボは去年渋谷原宿で開催されたバーチャルマーケット初のリアルイベント VKET リアルでも技術提供しており、アバターミーツというレゾナイトの自由度を生かして現実とバーチャルをつなげる特設ステージを渋谷のど真ん中にぶち上げました。もちろん Apple Vision Pro のアプリ開発にも精力的に行うそうなので、彼らの今後の躍進に期待です。箱を開けるとこんな感じです。 Apple Vision Pro くんがいますね。50万円のヘッドですからね、皆さんこれ落とさないように気をつけてくださいね。 Twitter で見たんですけど、ここねフェイスクッションのところ持っちゃうとここマグネットでくっついてるだけなんで、こう簡単にね外れちゃうんですよね。なのでここを持たないようにね気をつけてください。持ってみるとね、やっぱ結構ずっしりしてますよね。重量感があります。これが50万円の重みですか。これ蒸しパンみたいなカバーをどうやって外すんだ。これですね。こっからめくっていくとめくれましたね。はい、これがね Apple Vision Pro です。めちゃめちゃテカテカですね。これすごいですね。高級感すごいです。なんか素材がねめっちゃいい感じで、もうなんかすでに高級感すごいですね。もう同じことしか言ってないね。ビジョンプロ本体は後ほどねじっくり見ていくとして、この箱自体はねすでに開封されているので、どんなものが入っているのかね一緒に見ていきましょう。蓋を外すと、これ多分あれ説明書ですよね。これ中身見ていきましょうか。説明書結構でかいね。ビジョンプロではい、いろいろ書いてますね。これ内容物書いてますね。本体いろいろ書いてたりして、多分これ全部英語ですね。日本語とか、外国の言葉一切ありません。英語のみです。で、こっちはデュアルループバンドっていうことで、あれですよね。2個目のヘッドバンドですよね。はい、開けたらね、この入ってますね。この後頭部とあと頭頂部バンドがね一体型になった、バンドですよね。多分こっちの方が装着感いいんじゃねえかなと個人的には思ってるんですが、果たしてどうなのか。でここにはねバッテリーが入ってました。バッテリーこんな感じですね。結構ね一般的なちょっとデカめのモバイルバッテリーみたいな形状していて、ケーブルがねこう飛び出ていますね。で長さはそんな長くもなく短くもなくみたいな感じで、こっち側の端子を Apple Vision Pro の、左側面に接続する感じですね。でこのバッテリーのこっち側にねUSB の Type-C 端子があって、これをねバッテリーを充電するところですね。で Apple Vision Pro が発売されてから判明したんですが、このねバッテリーの実はこのケーブルの根元を取り外しすることができて、これねピンみたいなの刺したらねここ取り外せるそうなんですけど、なんとその中身がライトニング端子みたいな、なんかちょっとライトニング端子をちょっと大型化してみたいなちょっと謎の端子なんですよね。バッテリー容量は 3166mAh だそうです。はい、そんな感じですね。でこっち側もなんかサッシみたいな、反対かな。デザインドバイアップルインカリフォルニア。これ何なんでしょう。
なんか説明書みたいな感じなのかな。まあなんか説明書と、あとこれ画面拭きですね、レンズ拭きかなも含まれていますね。でこっちがソロニットバンドっていう方ですね。この頭の後ろだけで留めるやつ。でも僕結構これ大腸みたいだなみたいな思ってたんですけど、改めて見てみると結構ね質感はいいというか、結構上質な感じはしますね。でこれなんとね、この右後ろのところにダイヤルがついていて、これをね回すことで伸び縮みするそうなんですけど、見てわかりますかね。これ多分広がってってで反対方向に回すと多分これ縮んでってると思います。これ実際に装着した時にね、これ回すとねかなり分かりやすいので、ソロニットバンドとさっきのねデュアルバンドどっちをつけるかっていうのがユーザーが選べるのはねいいところなんじゃないかと思います。個人的にはねやっぱこっちの形状だとね、もう頭側がかなり重たいので多分装着感あんまり良くないと思うんですけど、っていうのも Apple Vision Pro ってかなりやっぱ重たいんですよね。持ってみても結構重量感があるし、実際に測ってみるとこのね 625g ですね。ヘッドセット 625g がこう全て全面に来ちゃうんで、ちょっとねやっぱクエストとか使ってるとやっぱなんとなく分かっちゃうじゃないですか。全面が重たいとねあんまり良くないなみたいな。一応これねカバー普段はつけないんで、これを外した状態でね測ってみようと思います。外して置いてみると564g ってことはちょっと軽くなりましたね。でちなみにソロニットバンド自体はこれがね56g ぐらいですね。もう一回測ってみようか。56g ぐらいですね。でこっちのねさっきのこのデュアルバンドかな、これちょっと未開封なんで開けていきましょうか。こんな感じで左右に開いて引っこ抜いて出てきましたね。こんな感じ。やっぱ頭頂部とね後頭部をこうぐるっとねくくる感じになってます。でこっちの重さが 39g、ソロニットバンドが、56g ってことで、若干重さは違いますね。でただねこれが後ろについたとてよやっぱねこっちがね前面がめちゃめちゃ重たいんでね、あんまりねこうカウンターウェイト的には役割にはないと思うんですけど、でここでねバッテリー、さっきのモバイルバッテリーつけれるじゃないですか。これはねやっぱ後頭部あたりにつけるとねやっぱ前後の重量バランスがまだ良くなるんじゃないかと思います。でちなみにさっきのモバイルバッテリーが何グラムかというとこちらですね。はい、これモバイルバッテリーです。で一応ケーブルはね基本的には取り外さないもんだと思うので、そのまんま入れて測ろうと思うんですけど、結構ねずっしりしてますよね。で重さ自体はケーブルがあれなんですけど、353g っていうことでね、でもこれとね後頭部バンド合わせてでやったら前後の重量バランスのまだマシになるんじゃないかとは思うんですけど、それでもね結構やっぱ重たいですよね。でビジョンプロのここにねフェイスクッション的なパーツがねこうついてて、これはマグネットで脱着式ですねっていうのと、あともう一段階ここが外れるのかな。ここがもう一回外れましたね。これもマグネットで脱着式で2段式ですね。で最初からね1種類ついてるのと、でもう一個ねこの箱の中にねもう1種類入ってますね。サイズが違うクッションがフェイスクッションが2種類入ってるっていう感じです。じゃあねビジョンプロのね本体をねじっくり見ていきましょう。これねもう一回はめ直しまして、はい、これがね正面ですよね。 Apple Vision Pro のめっちゃねテカテカしてるんですよね。これすごいですよね。めっちゃ高級感があるんですよね。これ結構見てるだけで満足しちゃうんじゃないかな。すごいですよね。これレンズもねすごいいい感じだしね、ちょっと言葉が出てこないですね。よくビジョンプロ使ってた人がなんか言葉が出なかったみたいなあったと思うんですけど、まさにねちょっと言葉が見当たらないです。ビジョンプロはねアイサイトって言って、ここにディスプレイが中に埋め込まれていて、ユーザーの目が見えるみたいな、周りの人からもユーザーの目が見えて、そのねヘッドセットかぶった状態でもなんかコミュニケーションしやすいみたいなね、そういう機能があるんですけど、電源つけてない状態だとちょっとそのディスプレイはねあんまよく見えないですね。で周りにカメラがついてますね。これ多分トラッキング用のカメラがその左右についてて、で下側にもねついてますね。カメラがついていて、上側はカメラは多分ないんですが、排熱効果吸気効果があります。で右側にねこのつまみがありますね。これデジタルクラウンって言って、ここ回すとね
その映像のね VR 映像なのかパススルー映像なのか、その比率をねここで調整できるみたいですが、どんな感じなのかはねちょっと後でね見ていきましょう。で下がここにもセンサーがついてますね。多分これフェイストラッキング用なのかな、ちょっとそんな気はするんですけど。で両サイドにはつぶつぶがいっぱいありますね。これも排熱効果吸熱効果、そんな感じで。でレンズを見ていく前にまずねこう両サイドのこのアームの部分ね見ていきたいと思います。でここに、ね、多分スピーカーが埋め込まれていて、ちょっとピントが合わないかな。でこれスピーカー埋め込まれてますね。でこっち側がね、なぜか金属のね結構ヒヤヒヤな感じなんですけど、でも両サイドにありますよと。でここにフックがついていて、さっきのねバンドつけてみましょうか。どっちがいいかな。ソロニットバンドかちょっとつけていきましょう。なんか Apple Vision Pro といったらこっちのなんかバンドですよね。もうだいぶなんかインパクト強いからね。これ多分左右があって、このダイヤでついてる方が右側ですね。で付け方としては多分そんなむずくないと思うんですよ。近づくだけで撮るときはこれ多分これだよね。多分これを引っ張ったら取れますね。なんか付箋みたいな布がついてるんで、これを引っ張ったら簡単に取れます。でつけるときははめ込むだけですね。かなり簡単ですね。これ実際使っててここなんか取れちゃうみたいなことないのかな。大丈夫だと思うんですけど、はい。つけるとこんな感じで、これがもうビジョンプロって感じですよね。ちなみにさっきのデュアルバンドもつけてみますか。デュアルバンドがこれですね。はい、さっきのねこのデュアルバンド、L 字型みたいな感じですよね。はい、で一回ちょっと取り外しまして、せっかくなんでね、で後で付け心地のかけ比べもねできたらいいなとは思ってるんですが、ちょっと時間があんまないのでできるかは分かりません。で付け方は一緒よね。こっちこれちょっとやりにくいかな。あれこっちか。向き逆だ。これ絶対向き間違えるよ。絶対向き間違えるわ。こっちですね。こっちであれくっつかない。嘘。こっち向きでしょ。くっついたね。ちょっと分かりにくいかも。だからどっちが前で後ろなのかちょっとマジで分かりにくいな。付箋の向きですね。このペラーンってしてるのが後ろ向いてるのがそういう向きなんでしょう。やっぱこっちの方がねやっぱ頭頂部バンドあるので、装着感まだマシよくはならないけどまだマシなんじゃないかなとは思いますね。で脱着するときはここをね引っ張ると、はい、これ引っ張る、こっち側からね引っ張ってこう内側にひねるみたいなね感じで、取りやすいんじゃないかな。多分 Apple Vision Pro ね、そのうち国内販売開始すると思うんで、その時に向けてねちょっと予習してもらえたらなと思います。はい。でこれ Apple Vision Pro のレンズですね。これちょっとね使ってるのでちょっと傷みたいなのが入ってるんですけど、めちゃめちゃね綺麗ですよねこれレンズ。でクッションも外しますか。さっきみたいにこの第1段階第2段階でね2段階に分かれてるんですけど、でこれがねそのユーザーに合わせてなんです。顔面を 3D スキャンして自分だけのねこのクッションの形をね、作るんですけど、でめっちゃ種類があって人によってね本当に形が違うんじゃないかな。でなんでこんなにカスタマイズしてるかっていうと、ユーザーのね顔の形に合わせてもうドンピシャでねいっちゃん綺麗に見える位置でビジョンプロ楽しめるようにみたいなね、結構かなり本当にねそのパーソナライズされたというかね細かいですね本当に。でクッション外したらめっちゃ薄いね。見てくださいこれめっちゃ薄いですよね。もうなんかパンケーキレンズかなみたいな。ちょっとピコ4とかねクエスト3と使われてるパンケーキレンズ使うと、このレンズとこのヘッドセットのディスプレイがね中に入ってるんですけど、その距離をねこう縮めることができて、ヘッドセット本体をねこのかなり薄っぺらくできるみたいなねメリットがあるんですけど、Apple Vision Pro は果たしてそのパンケーキレンズなのかっていうのはちょっとよくわかんないというか、かなりいいレンズなんですけど、これわかります？これへこんでるんですよね。このレンズがクレーターみたいにへこんでて、こんなレンズ今までありました？レンズがへっこんでるヘッドセット僕初めて見たんですけど、すごいですよね。いいレンズなんでしょう。内側布みたいになっていて、レンズこれ多分ね動きますね。はい、これ同交換距離って言って、このレンズのねこの右目左目の距離ってこう人によって違うそうなんですけど、多分これ
自動で動いてくれるんじゃないかな。で、ちょっと忘れてたんですけど、このね、アームの部分、なんていうの、つるっていうのかな。これ確か取り合わせるんですよね、根元。これ、取れるんだろうか。ちょっと怖いな。これ、会社の、他人の会社の備品だからちょっと壊すのめっちゃ怖そうで怖いんですけど、多分ここ引っこ抜けて、なんかね、端子がついていて、このね、つる自体も、アーム自体もなんか交換できるみたいなね、なんかあった気がします。ちょっと、多分取れるんですけど、壊すの怖いので、ちょっとこの辺にしておきましょうか。Apple Vision Pro を他のデバイスとね、比べてみましょう。でまずこの左手のこれがね、メタクエスト3って言って、まあ、最新のね、メタのね、ヘッドセットですね。で、僕もね、メタクエスト3レビューしたんですけど、めちゃめちゃ良くて、もう画質もいいし、もう機能も十分だし、で、パススルーもできるしね、結構いいやつですね。で、VR ゲームのね、コンテンツも、充実してるのでね、まあ、そのゲーム機としてもね、かなり優秀だと思います。でこれがね、X リアルエアっていうね、AR グラスですね。今、グラス型のデバイスとはゴーグル型のデバイスの2種類がね、あると思うんですけど、まあ、これもね、いわゆる AR グラス的なやつですね。ここがね、ディスプレイになってって、上からなんか、光が出て、で、正面のディスプレイに映して、で、それを見るみたいな感じで、VR ゴーグル型と違って、なんていうのかな、かなり軽くてメガネ型でスタイリッシュではあるんですが、まあ、トラッキングできなかったりとか、あとね、視野角もね、まあ、狭めで、例えばクエスト3の視野角は確かまあ100度以上、まあ、そんくらいだったんですよね。で、対してこの AR グラスだと、確か50度前後ぐらいしかないので、まあ、大体半分ぐらいかな。かなり視野が狭いので、使う用途は全く別ですね。っていう感じなんですけど、まあ、詳しくはね、レビュー動画見てくださいっていう感じです。で、見た目はですね、はい、こちらビジョンプロで、クエスト3と、はい、すごいですよね、この、もうこんな時代なんですよ。アップルとクエストがこう並ぶみたいな、もうすごい時代ですよね。アップルがやっぱこの VR とかね、AR 市場に参入してきたっていうのが本当に嬉しい。レンズがね、こんな感じですよね。これ左手がクエスト3ね。クエスト3のレンズもね、かなりこのテカテカのトゥルトゥルのね、まあ、パンケーキレンズって言ってかなりいいやつだとは思うんですけど、で、スイートスポットが広くてね、レンズの中見ても、そのディスプレイ、奥に映るディスプレイがね、全部くっきり見えるわけではなくて、レンズの外に行けば行くほど、どんどんピントがね、合わなくなっていくみたいな、あるんですけど、クエスト3はね、スイートスポットが広くて、ピントがめっちゃ合うっていうね、感じですね。で、ビジョンプロくんのレンズもほぼ結構近い感じだと思いますが、レンズの大きさ自体は、クエスト3の方が若干レンズ大きい気がするな。うん。大きい気がする。ただ視野角も、ビジョンプロの方がちょっと狭いかもしれませんね。あとクエストのレンズは、こう、わかりますかね。飛び出てますね。飛び出てるというか、まあ特に平面な感じなんですけど、ビジョンプロはね、まあちょっとね、へこんでるっていうことで、見え方がこれで結構変わるんですかね。楽しみですね。で、まあ AR グラス、まあ商品全然違うから、まあそんな比較とかはできないんですけど、ちなみにこのね、X エアーはね、この表面の外すと、まあサングラスみたいに使えますね。まあ普段こう使い方で、まあその映画とかゲームをじっくり遊びたい時とか、まあ色をね、ちゃんと黒色出したい時とかは、このカバーをつけて没入できますよっていうやつですね。ちなみにこれ最新機種の X リアルエア2 Pro っていうやつで、このカバーがね、ちょっと改良されてて、下側にね、こう、なんていうのかな、目を包み込むようになっていて、これね、外からの光が入りにくくなって、よりね、見やすいみたいな、まあそういう進化もあったりします。で、ビジョンプロの場合は、ここね、完全に顔が埋まる形なのと、あとここにね、鼻の下のピラピラがついてるんで、完全にこの没入できちゃいますね。クエスト3はここにさっきの鼻のビラビラがないので、まあ、完全には見えなくて、こう鼻の隙間からね、この足元が見えるみたいな。まあ僕個人的としてはね、やっぱ、ピラピラない方が個人的には好きですね。足元確認したりとかね、下からこう、PC 画面を覗き込むとかね、キーボードを見るとか、まあ、そういう時に便利なんですけど、まあ、ビジョンプロはまあピラピラがついてますね。これ取り外しできそうにないので、ちょっと取り外すのはやめるんですけど、まあこんな感じですね。重さとしてはさっきの同じようにね、ビジョンプロが 564g くらい、まあ、若干ね誤差とかはあると思うんですけど、何ぼだっけ、564ね。でクエスト3は461ってことで、やっぱりねクエスト3と比べてもかなり
ぱ重たいですね。重量感がすごいです。で、この中にね、いろんなテクノロジーが詰まっていて、M2 チップが積んでるんですよね、メインチップに。なんで実質もう MacBook みたいなね、ところがありますよね。もう被る MacBook みたいな。頭に被る PC がきっとね、ビジョンプロのコンセプトなんじゃないかと思います。で、もう一個ね、R1 チップっていうのも積んでて、で、そっちのチップでこうトラッキングとか、なんていうのかな、空間認識とか、そっちをちょっと担当してるみたいな。ちょっとね、役割分担があった気がします。ちなみにビジョンプロね、これ AR デバイスとか VR デバイスとかそういうことはね、一切言わずに空間コンピューティング、スペーシャルコンピューティングとか言うんですけど、新たな言葉作り出して、そっちをね、ちょっと流行らそうとしてる、ところがあるんで、その空間コンピューティング VS この VR のね、メタクエスト VS AR のこの X リアルみたいな、結構三つどもえみたいなね、バチバチしてて、見てる分にはかなり面白いですよね。いい時代になってきたと思います。バッテリーを接続してビジョンプロを被ると画面がつきます。ちなみに技的の特例申請は申請済みなので安心してとのことです。ヘッドセット右上についているデジタルクラウンというつまみを押すとメニュー画面が現れます。一見よく見る iOS アプリのアイコンなんですが、空中に浮いていて指でスワイプすることで画面を動かすことができます。またアイトラッキングに対応しているので、目で見ただけでそのアイコンを選択することができます。微妙にこのアイコンの大きさ変わってるの分かりますか？これが目線で操作している状態です。この状態で親指と人差し指を接触させると決定ボタンになります。また指のトラッキング範囲が下方向にかなり広くてですね、手を目の前に突き出す必要性が全くないんですね。完全に画面の外に手があってもスムーズに操作できます。これは今までのヘッドセットにはない素晴らしい性能です。デジタルクラウンを回していくと、その量に合わせてパススルー映像から VR 映像にだんだん切り替わっていきます。ここでビジョンプロの VR 映像が綺麗すぎることに気づきます。スペックだけで見ても Apple Vision Pro は片目あたり 4K テレビ以上の解像度を持ち、両目で2300万を超えるドット数、ディスプレイはマイクロ有機 EL ディスプレイ、そしてハイダイナミックレンジに対応。これだけ画質に気合が入った VR デバイスはもうほぼ存在しないレベルですよね。フレームレートが乱れることもなく安定動作していることにはまさに感動と恐怖を覚えます。また背景は VR 映像でありながら、自分の手とかのね、この体だけパススルーが働くことっていうところもね、確認できました。パススルーについてなんですが、スマホとかタブレット、そして PC 画面をね、こうパススルー越しで見てきて、今まで被ってきたヘッドセットの中で Apple Vision Pro が最も鮮明に見ることができました。今までのヘッドセットの中で最強パススルー画質がクエスト3だったと思うんですが、これはもうね、明らかに Vision Pro の方が画質がいいですね。クエスト3特有の不自然な空間の歪みみたいなのもありませんでした。Vision Pro をつけてても割と普通に外を歩けるレベルです。左右と足元が見えないのでちょっと怖いけどね。もちろん裸眼の方が画質がいいことには変わりはないものの、パススルー体験の質を圧倒的に引き上げてくれました。さすが50万円、恐ろしいです。 iPad の文字は比較的読みやすかったものの、ただね、この説明書の小さな文字は結構ちょっと読みにくかったところはありましたね。あとは物を近づけすぎると逆にちょっとピントが合わなくなるみたいなこともあったので、適正距離みたいなものがもしかしたらあるかもしれません。なんか詳しい人いたらぜひ教えてください。ちなみに Vision Pro を実際に装着するとこんな感じです。ソロニットバンドでも思ってたよりは装着感は良かったかなっていう感じですね。ただ長時間つけるとなるとやはりね、顔面圧迫でだんだんしんどくなりそうな予感はします。見た目的にはパッと見ごつめのスキーゴーグルに見えなくもないので、スキー場とかだと違和感なく使えそうです。ただやっぱり街中とか駅でビジョンプロつけてる人、旗から見るとやはりね、異様な光景だなっていうのが正直な感想ですね。やっぱりビジュアルのインパクトがちょっと強すぎますよね。前面がめちゃめちゃ分厚いし、なんかテカってるし、青く光ってるし、この辺りが結構悪目立ちしてるのかなっていう感じですよね。これをちょっとね、街中でつけて歩くのはかなりの勇気がいりました。サングラス型デバイスを望む人の気持ちがよくわかります。特にこのピンチ操作がちょっとやばいですよね。このなんか虚無をつまんでるみたいな、空中でこの人何やってんの感がね、結構あるので、ちょっとね、電車の中で隣の人が急にこのピンチ操作やりだしたらちょっとビビりそう
そうですよね。家の中で使う分には全く問題ないんですが、ちょっとね、外で使うとなるとまだまだ改善の余地があるかなっていう風にね、正直に思いました。このあたりが今後どう変わっていくかはかなり楽しみですよね。デバイスがどんどんスタイリッシュになっていくのか、それとも全員が電車内でピンチ操作しだすほど一般普及するのか。皆さんはどう思いますか？ビジョンプロ普及すると思いますか？また国内販売が始まった時、あなたはビジョンプロ購入しますか？それとも様子見ですか？よかったらコメントに書いてください。初日の感想としては、ヘッドセットデバイスとして見た時にやはりね、最高級の性能で感動しました。で、Apple Vision Pro にはコントローラーがないので、クエスト3とかのようにVR コンテンツを起動できないっていう感じですよね。そんなヘッドセットデバイスに一体何ができるのかずっと疑問だったんですよ。ただ実際使ってみて、Apple Vision Pro ってそういう次元のものではないみたいなね、そういう感想ですね。うまくは言えないんですが、Apple は明らかに日常的に使うための製品、その第1号を世に出したっていうそういう印象を受けました。Vision Pro にはスマホレベルの手軽さはなく、また PC のような操作性もありません。ただ Vision Pro と iPhone と、あとはまだ試してないんですが Mac、これらの間でデータのやり取りが非常にスムーズで、これらのデバイスが揃った時に Vision Pro の進化が発揮されると思いました。結局のところスマホもモニターで、PC もモニターなわけですよ。その物理的なモニターの制約を取っ払って、目の前の世界であらゆるデータがシームレスにやり取りされる、現実と仮想を組み合わせるみたいな、いわばハブ空港的な役割が Vision Pro なのかなっていう風に思いました。決して既存デバイスを駆逐する近未来ガジェットではなく、むしろ共存していく現実的な製品として Apple Vision Pro はね、これからも歩んでいくのだと思います。といっても Vision Pro にはまだまだ新機能があって、空間ビデオとか、ペルソナとかアイサイトとか、いろいろあるじゃないですか。これらね、ちょっと一度の動画ではね、とてもじゃないですか、紹介しきれませんでした。今後もね、楽しみにしていてください。このチャンネルでは Apple Vision Pro 以外にも Quest 3などのたくさんのね、VR そして AR デバイスのレビュー動画をね、投稿しています。こういうヘッドセット型のデバイスって、スペック表だけ見ても正直ちょっと微妙で、実際に装着して使ってみないとわからないことがたくさんあるんですね。特に AR とか VR 製品を使ったことない人にとっては何ができるのかよくわからないし、購入するのにかなりの勇気がいると思うんですよ。だからこそレビュー動画というのがありがたかったりしますよね。Apple Vision Pro をレビューした VTuber ってそんなにはいないと思うので、ぜひねチャンネル登録してもらえると新しい動画や配信があった時にすぐわかるし、僕も嬉しいので一石二鳥です。実は僕の動画を見てくれてる人の中でチャンネル登録してくれてる人の割合って実は3割くらいしかいないんですよ。現在ね10万人目指してちょっと頑張ってはいるんですが、残り7割の人がね登録してくれたら案外すぐ行くかもしれませんね。登録ボタンポチポチポチってするだけで、特にね減るもんもないので、動画が面白かったりね参考になったって人はね、よかったらチャンネル登録そして高評価してもらえると嬉しいです。それではまた別の動画で配信でお会いしましょう。バイバイ。